皆さんお待たせ、ソーシャルゲームラボの大地です。今回は日本版リリースも決定し、崩壊スターレール風アニメ超 RPG として期待の高まるイザリアリスタートについて、10月24日から11月4日まで行われているベータテストに参加したので、果たしてスターレールと肩を並べられるほどのタイトルなのか、どんな内容だったのか、ゲームの概要から各種コンテンツと合わせ感想をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧くださいませ。チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは曇りなき眼で見てまいりましょう。まずゲームの概要から、前回紹介した内容にちょっと分かったことを付け加えた内容なので、すでにご存知の方は次のチャプターへ移っても問題ないです。それではタイトル名から。タイトル名はイザリアリスタート。リリース日は2024年予定。ジャンルは戦略単性 RPG。開発は XD エンターテインメント。プラットフォームは iOS、Android、Steam。本作のストーリーとテーマは、プレイヤーはハイパーリンカーと呼ばれる異能者となり、現実世界と仮想世界を行き来し、威嚇者たちと共に仮想世界イザリアの危機を救うというのが大きな目的。物語の中では威嚇者が持つ特別な能力を駆使し、戦略的なバトルを繰り広げます。テーマは友情や協力、そして個々のキャラクターの成長を重視しており、多様なキャラクターがそれぞれの背景やストーリーを持ってます。続いてはゲームの特徴について。本作はステージ踏破型を採用しており、小規模な箱庭ダンジョンを探索し、ステージ攻略を目指します。バトルは単性で、プレイヤーは戦略を考える時間が与えられ、各キャラクターの特性やスキルを生かした戦略的なプレイが可能です。戦闘開始時に編成を組み替えることができ、敵より有利な状況を作れる編成で挑むことが可能。またフィールド探索時には、攻撃はもちろん登る、隠れる、ワイヤー、サーチなどのアクションが用意されています。続いては開発者のコメント。プロデューサーのシュウさんより、単性バトルの採用理由として、プレイヤーに戦略的思考の深さを楽しんでもらうためとしつつ、威嚇者たちの特徴を生かした多様なキャラクターを通じて、プレイヤーに豊かなゲーム体験を提供したいという思いがあるようです。続いてはファンの期待値と市場の反応。イザリアリスタートは東京ゲームショウ2024に出展され、来場者から好評を得ていて、私有を通じてフィードバックはポジティブであり、特に単性バトルとキャラクターの多様性に対する期待が高まっているとのことで、ファンの期待は大きく、市場からも注目されているタイトルです。ということで、ここまでがざっくり概要。続いてはゲームの要素について。探索、バトル、育成、お供、ガチャ、エンドコンテンツなど紹介しつつ、プレイした感想も合わせて紹介します。まずは探索。ホーム画面からみんな大好き SOA にあるナーブギア的なフルダイブベッドからバーチャル空間へ移動します。ステージ踏破型となっていて、箱庭ダンジョン内を攻撃、登る、隠れる、ワイヤー、サーチなどの特殊アクションを使いつつ、ダンジョン内を探索します。ダンジョン内には様々な宝箱が設置されているので、見逃さずしっかりと回収しつつ、敵を発見したら物陰に隠れて隙を見て攻撃を仕掛けることで、先制エンカウントを取ることができます。当然物陰に隠れずに一気に詰め寄って攻撃を仕掛けることも可能。探索については良くも悪くも一方通行的なマップで迷うことなくサクサクボスまでたどり着けます。とはいえ、一度ダンジョンに入るとクリアするまで結構な時間がかかるのですが、途中離脱し再開が可能なので、ちょっと休憩したいなって時は助かりますよね。あとダンジョン内でもガチャを回したり育成することも可能なので、育成しながら攻略していくイメージです。あと要所要所に入るクオリティ高めなアニメーションが結構豊富というか、頻繁にアニメーションシーンが入るので、ストーリーを追う楽しさが増してきます。じっくりストーリーを見ているとダンジョン攻略に結構時間がかかります。ということで、ここまでが探索におけるある意味良い点で、気になる点としては、一本道すぎてマップ探索の意味をなさないなといった印象。やりたいことはすごくわかるんだけど、単調でめんどくさいなってなってしまうところ。そして様々なアクションが用意されているけども、自由にそのアクションを使用することができず、隠れられる場所で隠れる、登れる場所で登る、ワイヤーアクションも定められた場所で実行するといった具合に、全て決められた箇所でしかアクションを実行できず、プレイヤーの好きなタイミングで行うことができないので、ちょっとそこが残念ですね。
あとはもろ個人的で共感してもらえないかもなんですが、各種背景素材がいちいちでかい。キャラのサイズと窓や扉、椅子といった設置家具とかのサイズ感が合ってないんですよね。これ提供されたアセットを使っているのか、自社でちゃんと作って組み込んでいるのか不明ですが、何にしてもサイズ感は合わせてほしいところですね。せっかくキャラモデリングやアニメーションなどよくできているのに、会話シーンとかで背景の素材がキャラよりでかいとストーリーに集中できないし、安っぽく見えるんですよね。というのが探索における気になるところ。続いてはバトルについて。バトルは4名または5名編成による単性となっていて、バトル開始時に編成を入れ替えできるので、敵より有利になる編成で挑むことが可能。また単性を取ってはいるものの、速度が速いキャラから攻撃を行うことができます。攻撃手段は3つ、通常攻撃、スキル、奥義といった具合で、それぞれ発動すると次発動までのウェイトがあるので、考えながら使っていきましょうというよくある仕様。ウェイトタイムがあることで、いくら速度が優先でもずっと俺のターンみたいなことはできないようになってます。奥義発動時はクオリティの高いアニメーションカットインがあるので見応えがあります。バトルについてはそこまで気になる点はないんですが、あえて言うとバトル開始前の編成については、ゲーム序盤でそこまで入れ替えるようなこともなく、ある程度キャラが育成できてから入れ替えする感じになりますね。理由としては単純で、育成のためのリソースに限りがあるので、序盤はワンパーティーを育成していくので手一杯なので、入れ替えて楽しむっていう戦略的な要素は得られにくいのかなといった感じ。続いては育成について。本作の育成要素は主にキャラクターと装備で、キャラクター育成はレベルアップ、ランクアップ、スキル強化、スキル限界突破。レベルアップは説明不要かと思います。ランクアップは本タイトルどのキャラも最大星6までランクアップ可能で、ランクアップは専用素材でランクアップ可能。ミッションクリアだったり、フィールド探索であったり、専用クエストで入手できます。次はスキル系の強化ですが、キャラを育成するよりも深い要素になっていて、各攻撃手段の通常攻撃、スキル、奥義それぞれ強化が12回あり、6回目、8回目、10回目、12回目で攻撃手段が強化されます。それ以外は基本ステータスとなる攻撃力、防御力、ヒットポイントが上昇しますが、強化する攻撃手段に応じて上昇する基本ステータスが変わります。通常攻撃を強化することで攻撃力が上昇、スキルを強化することで防御力が上昇、奥義を強化することでヒットポイントが上昇といった具合に変わってきます。かなり素材を使うので深いやり込み要素となっています。またスキル強化にはこれ以外にスキル限界突破があり、ガチャでキャラがダブった時に入手できるキャラのかけらを利用することで基本ステータスが大幅に上昇します。最大5段階突破可能です。育成関係についてはよくある仕様で、収集素材のコンテンツが開放されると育成進度も速くなってきて育成しやすくなるので、そこまで鬼畜な仕様ではないですかね。できればキャラ育成リセット機能やレベルシンク機能的なものがあると、育成面でのストレスはかなり低くなり、事前編成による楽しみも増えるかと思います。次は装備について。装備は1キャラ6つ装備可能で、装備品は21種類あり、それぞれ特徴があり、例えば構成と呼ばれる種類は基本的に攻撃力がアップします。また同種の装備品を複数装備させ、一定値までセットポイントを上げることでセット効果が発動可能です。また装備にはランクとレベルがあり、ランクはより高い装備品を入手できたら入れ替える感じ。気になるところは装備できるものが21種類あるので、何を装備させるとそのキャラの特徴を伸ばすことができるのかがちょっと分かりにくくなっちゃってます。なのでおすすめ装備とかそういうヒント機能とかあると良いかなといった印象。続いてはお供について。お供は装備品に似た要素で、武器や防具と同様に様々な種類があり、セット効果も付与されます。装備することでキャラクターの能力を強化し、攻撃系、防御系、サポート系などキャラクターの役割に合わせたお供を選ぶことがセオリーです。入手方法は専用クエストをクリアすることで獲得できます。
難易度の高いほどランクの高いお供の入手が可能。また育成はレベルアップと限界突破で、同じお供を重ねることで限界突破が可能。さらにランダムでパッシブスキルを取得するため、特定のパッシブスキルが欲しい場合は厳選が必要です。次にパッシブスキルの厳選。厳選方法は必要素材を利用することでいつでも厳選可能。続いては能力継承。能力継承は同一お供でレベルやパッシブスキルの継承が可能。お供には可愛いデザインが多く収集も楽しめ、さらにしっかり育成して連れていけば戦闘が有利になるため、やり込み要素としても非常に充実しております。続いてはガチャについて。ガチャはシンプルにキャラガチャのみで闇鍋ではない仕様。これは嬉しいですね。仕様としてはピックアップと常設と極装召喚となっていて、排出確率はこんな感じ。ババーン。常設ではピックアップ含む全てのキャラが現状入手可能で、極装召喚は極装威嚇者が入手可能。そもそも極装威嚇者とは何ぞってところなんですが、威嚇者の元素属性によって幻想威嚇者と極装威嚇者の2つに分類されていて、さらに極装威嚇者は波状属性と恒常属性2種類の属性があり、この2属性が極装召喚から排出されます。排出されるキャラは他の SSR よりも強力で特化した能力を保持していて、効果はこんな感じ。波状属性は攻撃特化の属性で、貫通系の攻撃や継続ダメージ効果などを持っているキャラがおり、防御力が高い敵を効率的に撃破する役割を持ちます。これにより特定の敵に対して戦略的に有利な場面を作り出しやすくなります。恒常属性は耐久力や持久戦での強さが際立つ属性で、長期戦においてパーティーの安定性を確保するための重要な役割を果たします。ダメージ軽減や自己回復スキルなど豊富で、支援や持久戦で活躍します。常設ガチャから排出される幻想威嚇者の SSR よりも強力なキャラとなっている印象。そのため常設ガチャでの極装威嚇者の排出確率が低く設定されていて、入手が難しいです。極装威嚇者狙いなら極装召喚を行うのがおすすめ。排出確率も高く設定されております。ただし引くための石の数が違うので、そこがちょっと厄介ですね。確率高い分石の数が違うという、そういったところでかなり特別なキャラたちなのかなといった印象。頑張ってガチャ回したんですけど入手できず、使用感は不明。ぶっちゃけガチャについては闇鍋式じゃなく、さらに入手確率も高いので、幻想威嚇者の SSR が結構入手できて嬉しいですね。ただその反面育成が結構大変。続いてはエンドコンテンツについて。育成クエストや高難易度コンテンツ、さらにギルドコンテンツが用意されていて、特に高難易度コンテンツについてはよくある内容ではあるものの、様々なコンテンツが用意されているので遊び応えはありますということで、つらつら話してまいりましたが、まとめると気になる点は、探索では一本道で単調な内容。さらにアクション要素はあっても自由度が低い。設置されているオブジェクトが無駄にでかい。バトルは事前編成可能だが、育成深度が低いうちは固定編成にならざる得ない。装備品が豊富すぎて何を装備すると良いかが分かりにくい。良い点はストーリーでのアニメ演出やバトルにおけるカットイン演出はクオリティが高く見応えがある。キャラ育成やお供育成は深いやり込み要素を兼ねており、遊び応えは十分にある。ガチャが闇鍋形式じゃないのでキャラの入手がはかどります。エンドコンテンツは豊富といった感じで、良い点に関してはこのゲームだからというよりかは、現状売れているタイトルのクオリティが高いので、その水準に近づけた結果といった感じですかね。残念なことに特徴を出そうとした部分が総じて気になる点になってしまった感じですね。ということで24年リリースとなっているので大きな修正はできないと思いますが、できる限り今回のベータの意見を反映してもらえると良いかと思います。はい、今回は日本展開が迫ってきているイザリアリスタートについて概要とプレイレビューをしましたがいかがでしょうか。スターレールと比べると当然参考にされていると思うので似たような部分はありつつも、ゲーム体験としてスターレールとは違うため別物のアニメ調 RPG といった感じですかね。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録をお済みでない方はぜひこの機会にチャンネル登録高評価ポチッとお願いします。それでは今回はこの辺でご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。